こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨ブロックチェーン界隈のポジネガファンダー、チャートなどをまとめてみていきたいと思います。まず昨日の米国の ETF のフローは現時点では全体でマイナス 5.4 億ドルの純流出となっています。流出量も現時点では過去2番目に大きい流出額となっています。あとイーサの方も現時点でマイナス 0.86 億ドルの流出、香港はビットコインイーサともにゼロとなっています。ビットコインの価格は現在96,600ドルあたりを推移しております。発表された指標の方では、ユーロ雇用統計、米貿易収支、米上率求人件数、米 ISM 非製造業景気指数などがありました。他ではトランプ氏の金利インフレは高すぎるという発言が話題になりましたね。米各指標は予想以上の結果となってまして、米市場開場後は米ドル、米金利高、米株各指数は調整、ビットコインも96,000ドル台まで下落となっています。個別株の方では、ソロストラテジーズが2500万カナダドル、米ドル換算では1700万ドル相当、ソラナのエコシステムに投資すると発表したことが話題になっています。ただ、デイリーでは市場全体の下落に沿ってマイナス 4.01% と下落してますね。これまでソラナを保有資産にしていることで株価も評価されてきましたけども、今後も上へ向かえるのか注目ですね。ビットコインの先物の方では OI は全体でマイナス 3.60%、額としては620億ドル相当、比率として全体ではショートが 52.1%、バイナス意味はロングが 61.2% と下寄りになっています。今後の指標としては、本日1月8日にユーロの景況感指数、米 ADP 雇用者数、1月9日に FOMC 議事録、そして米市場休場、1月10日に米雇用統計などが控えております。あとその他の動きでは、コインベースの方で約3週間ぶりのビットコインのプレミア取引が観測されてまして、米国からの需要が生まれていると見られてますね。他各所の見解では、就任式前後に暴落して、その後市場は回復するも、トランプパンプは3月までなんじゃないかとか、あとは銀行に対する仮想通貨の規制緩和が行われるけども、限定的になるんじゃないかとか、あと中国市場の崩壊がビットコインの開発につながるとかですね。あとはチャートテクニカル的にヘッド&ショルダーズ、日本語では三尊天井パターンからですね、75,000ドルに向かう可能性があるというですね、アーサー・ヘイズ、TD コーエン、ゴッドボールらの見解が注目されています。そしてオンレンチャン企画ですね、昨日の私の予想では10万ドル突破して米指標も並んでるんで、また調整に入りそうな気もするけども、市場は指標よりもトランプ氏の就任式に注目しているような気もするんで、今週はまだ強気が優勢と見ると。なので1月8日 AM6 時点のビットコインは昨日の10万1984ドルよりも上という予想でした。結果としては各指標発表後ですね、米市場開場後は米金利高、米株各指数も調整となりまして、ビットコインも下落、そして判定時刻の1月8日 AM6 時点のビットコインは96,533ドルということで、昨日の10万1984ドルよりも下なで外れです。このタイミングか。はい、続いて明日の予想ですね。市場ではビットコインと米株の相関が戻り始めていること、一部ではトランプトレードの終焉が囁かれています。となると、通常運転に戻って米指標の警戒とかが効いてくるんですかね。1月10日の米雇用統計までそんなに強くなれないのかなとも思うんですけど、明日の6時ってなってくると、翌日の米市場基準もあるし、10万2000から9万6000まで下げ幅も大きいんで、人いないからの微反発も全然ある。でも9万4000くらいまで続落する可能性も全然ある。下にします。続落で。なので1月9日 AM6 時点のビットコインは現在の 96,696 ドルよりも下、これでいきたいと思います。指標としては本日1月8日22時15分に米 ADP 雇用者数、明日1月9日 AM4 時に FOMC 議事録が控えております。それらの時間帯にどのように動くのか注目ですね。あとはイーサですね。イーサの価格は現在3381ドル、BTC 建ては 0.0349 と。先物の方では OI は全体でマイナス 4.25%、額としては299億ドル相当。比率としては全体ではショートが 50.3%、バイナス意味はロングが 82.6% と若干下寄りになっています。イーサ単独でのファンダも特になくですね、ビットコインとともに落ちてまして、BTC 建ても 0.035 割ってます。他のアルトも同じ状況だと思いますけども、ETF の方も進展ないんで、しばらくはビットコイン次第になると思いますね。こちらも本日、明日の米指標あたりでどのように動くのか注目ですね。あとその他の動向では CFTC のベナム委員長が辞任する予定とされています。こちらも大統領就任式時に退任予定となってますね。で、このベナム委員長も仮想通貨関連の問題が
CFTC のリソースを割いているという理由からですね、仮想通貨規制を促していた人物とされています。で、後任は仮想通貨派の前 CFTC 委員長ブライアン・クインテンツ氏が最有力候補とされています。連日米国方面の人事の入れ替え話題になってますけども、仮想通貨派一色になりそうですね。あとはコインベース対 SEC 裁判の続報が出てます。裁判所がコインベース側の中間控訴を求めてます。ここからは私の解釈ですけど、もともと SEC の主張ではですね、コインベースが無登録運営をしているということで、SEC がコインベース側を訴えてたんですけど、それに対してコインベース側はですね、SEC が根拠としているハウイーテストへの認識がSEC 委員、議員、裁判所でそれぞれずれてると、そもそも仮想通貨に証券法が適用できるのかどうかを判断してほしいということで中間控訴をしてました。で、今回裁判所がコインベース側の中間控訴を認めてそちらを先に判断するという流れになったのかなと、私の認識ではそうなっています。もう業界の対 SEC 訴訟ですね、そこまで市場に影響しなくなってきましたけど、こちらの今後の進捗にも注目ですね。あとはチェコの国立銀行がビットコインの購入を検討していることや、 FTX EU が元 FTX とアラメダの従業員によって設立された取引所バックパックエクスチェンジに買収されたこと、あとはハッシュキーがアイルランドで VSP ライセンスを取得したことなどが話題になっています。あとアルト関連では AI 銘柄の注目度が下がっていることが取り上げられています。これは昨年の3月の NVIDIA のカンファレンス近辺での Google 検索が比較されてまして、2024年と比べると当時流行った AI 銘柄の注目度が少し落ちていると、市場の熱が冷めてるんじゃないかと見られています。ただこれは最近 AI エージェント銘柄とかね、新しいものがたくさん出てるんで、1年前のものがまた注目されるっていうのは稀だと思うんで、仮想通貨民にとってはね、当然の流れなんですけど、一部ではこういう見解も出てるみたいですね。あとは L2 アービトラムの開発元オフチェーンラブスが韓国大手企業のロッテに史上最大の助成金を授与したことが話題になっています。ただ金額は非公開となってますね。これによってロッテのメタバースゲームプラットフォームカリバースの主要チェーンとしての地位を固めたとされています。私はね、このチェーンの助成金の動きを見ると、どうしても過去のマティックの助成金問題からの失墜がちらついちゃうんですけど、アーブホルダーはね、この動きどう見てるんでしょうかね。アーブの価格は現在 0.8 ドル、時価総額は49位ですね。昨日 L2 指数だけが唯一落ちてる件も取り上げましたけども、アーブもここから上昇できるのか注目ですね。あとは ZK Sync が DeFi のインセンティブプログラム Ignite を開始してます。DeFi ユーザーに9ヶ月間で3億 ZK、約6000万ドル相当割り当てるとのことで、この影響からか ZK Sync の TVL も 1.9 億ドルと約2倍に急増してます。市場全体は落ちてますけど、こちらも昨日少し取り上げたですね、DeFi 市場の方はまだ活気があるように見えますね。ZK の価格は現在 0.19 ドル、時価総額は153位です。こちらも再度上迎えるのか注目ですね。今日はこのところですが、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。